アッサラムアライコムエブリワン。今日はね、面白いですよ。前回日本人の、少年にインタビューしたところ、あまり深い質問ができなかったっていう悔しさがあるんで、今日はね、その道のプロの人たちにいろんな質問をしていこうというふうに思ってます。こんな感じ。ここね、岸母神っていうところ、神様ですね。こちらかな。ちょっと見てみましょう。ここは岸母神道というところで、岸母神という神様の関わる場所なのかな。日本ではすごい有名な場所です。ちょっと見てみようか。で、前回ですね、街中でこう一般の人にインタビューしようとしたけれども、なかなか、その質問するのもすごい難しいですし、彼らは答えるのは本当にできないので、ちょっと今回はね、こう専門家の人にお話聞ければというふうに思ってます。こんな感じ。あまり多分ムスリムの人たちはこういうの見る機会ないでしょう。私は、日本人はね、ほとんどおそらく全員は全て日本人が小さい時からこういうとこに来て祈ってました。で、年に何回かは来るんじゃないかな。で、日本中にたくさんこういう場所があります。で、おそらくここに来る人たちのほとんどが何が何なのか、何の目的なのか、どんな場所なのか全然分からず来て祈ってると思うんですよね。多分ね、ここね、つい最近までお祭りやってました。だから今ちょっと片付けてるでしょ。こんな感じ片付けてるけど、多分これ全部お祭りだったんですよ。日本のお祭りは見れないかな。ちょっと違うけど、こういうイメージ。楽しそうですね。で、私もここ初めて中に入って質問できる人いるかどうかちょっと探してみます。突然行くんで断られるかもしれないし、どうでしょうね。あと質問もまだそんな考えてないんだけど、できれば向こうの話を聞きたいですし、こっちのイスラム教に関して情報を共有できればというふうに思ってます。主に話すことは、ここはどういう場所ですか、あと何を信仰していますか、人生の目的は、仏教ではどのような考えをしていますか、あと宇宙に関してとか、そういう話してみようかなと思います。ちょっと行ってみましょう。こういうの売ってんだね。ぜひね、ムスリムの人たちはこういうのあんまり来ていいのか多分来ないだろうけど、これは日本人とムスリムをつなぐためですからね。こんにちは。住職さんとかにこうなんかここの建物についてちょっとインタビューとかしたいんですけども、お話とか聞けます？今いないんですよね、住職が。いないんですか？何かテレビ撮影かなんか許可はいただいてっていう話ですかね。許可って直接もらって、なんかここどういう場所なのかっていうちょっと今住職が本日不在でして、ちょっと難しいですね。申し訳ないんですけど。誰も喋れる人いないですか？いないですね今。ちなみにここの質問とかしていいですか？これ何を祀ってるというか、そういう質問でいいんですけど、こちらよかったらお渡しできるので、こちら読んでいただいてっていう形で説明していただくことは難しい。ちょっと難しいですね今。はい、ちょっと私が基本的にも留守番だけで頼まれてるもので。ここは何の神様なんですか？岸母神様って
ともと子宝を授かるための神様ですね、もともと。ああ、それがもう何年ぐらい続いてるんですか？それもね、もう400年以上だけど、それも400年ぐらい。あ、お手伝いで来てるからわからない。ですので、これを見ていけどいつもいる方ですか？いつもいる方はあとね1、2時間したら帰ってくるんですけれども、そういう人に聞けたりはできるんですか？聞くこと必ずできるとも何とも言えないので、ちょっとこれ読んでみます。はい、お手数ですが、わかりました。でしょうか。何年ぐらい続く場所なんですか、ここは？400年とか？全然わからないですが、じゃあこれ読んでみます。一応法事としてこの建物自体がなんか、読んでいただいて、もともとは東山は他宗のお寺として開かれていますということで810年。ただこの建物はそんなに古いということはないですよ、もちろん。わかりました。じゃあまたどうしようかな。はい。夕方よろしいですか？来るか考えてみます。はい、どうもありがとうございます。いないってことですね。まあ今度来るか。けどこんな感じでインタビューしたら面白いかなと思って考えてたんですけど、でこういうのを私はもう15年前ぐらいにずっとやってたんで、またちょっと聞いてみたいというふうに思います。でこれ見ているムスリムの方もね、こういうとこに入るのって多分しないと思うし、多分良くないのかな。けどこれは、まあ、見ててください。どんな内容になるか怖がらず楽しんで。今ね、もう一箇所それっぽい場所見つけたんで聞いてみます。ここ何なんだろう。結局今ね、もう一箇所なんか見つけたのでちょっと聞いてみようか。入っていいのかな。なんだろうね、この多分ね、日本人こういうことする人いないですよ。行って祈ることはするけど質問しに行くとかはないんじゃないかな。私は生まれてからずっと、こういう環境で生きてきましたけど、周りで質問をする人はほぼいないですよね。話を聞く、一方的に聞くことはあるんですけど、質問はなんかしちゃいけないみたいな雰囲気はありますよね。こういう感じ。これなんだ、家か。まずそもそもここは何なのか分かんない。今ちょっと調べました。ここね、お寺だね。伊香山法明寺っていうところ。けど綺麗でしょ。すごいよね。この自然との融合。聞いてみよう。多分これ言っていいのか分かんないけどね。まあ怒られたら怒られたで。すいません。なんかこちらに関してちょっと質問とかできる方います？今はですね、ちょうどお盆に入ってきてるんで、はい。みんなそれぞれお経とか、はい、そういったもので出払ってて誰もいないんですよ。中にいないんですね。はい。ここはお寺ですよね。お寺です。はい、何年ぐらい続いてるんですか？あれこれですかね。鎌倉時代とかそのぐらいからですから。なんか5分ぐらいでいいんですけど、インタビューとかしていいですか？私はできないです。できない。はい。なんで？ちゃんとしたもし何か出すんであれば、はい、責任ある方がちゃんと答えるべきだろうと思います。
ます。個人的な意見も答えられない。はい、ダメなんですね。はい、私はもう単にお寺っていうよりもここのお手伝いをしてるだけの人間ですから、その人間が話すことが外に流れるのは難しいです。難しいですね。面白いですね。何か進行してるんですか？私はもう特段ははい。この日蓮宗のところで、はい。信仰してる人間じゃないんで、そうなんですね。はい、けどこれでお手伝いしてお手伝いでこの信者ではないっていうことですか？まあちゃんとしたそういったところに行って修行を積んだ人間ではないんで、信者とかそういう考えはあるんですか？もう私はないです。信じてはいない。信じてるっていうかまあ伝統的なものは尊重しますけれども、はい。うちもまあ宗派としてはここなんですけれども、はい。私なんか海外に住んでたんで、はい、この感覚がわからないんですけど、なんかイスラム教なんですよ。はい、私はそういうふうに入信するとかそういうものではないんですか？日本の場合ちょっと非常にようで、はい、そちらの場合ですと一神教じゃないですか。そうですね。例えばお寺に住んでたからといって、はい、他のところで神社にも詣でてたりとか、はい、神社と仏教が共存してたりとか、そう自然の中にいっぱいこう神様がいるような国なんですよ。八百万の神というような。だからクリスマスとかそういうのも、そんなには抵抗がないっていう感じですね。何か信じてるんですか？これを信仰しているとかそういうわけ？そういうような本当にコアな方もいらっしゃいますけどね、はい、もうガチガチの方と、もう日本人自体のところは結構緩いところがあって、文化に近いんですか？何でもありというか何でもあり。わかりました。ちょっとじゃあまた日を改めて。戦争では焼けてしまったんですけど、岸母神をここが持ってるんですよ、ここのお寺が。そうですか。岸母神ここ持ってる。じゃあこの方に聞くとより詳しい話が聞ける。で今日は帰ってこられない？そうですね、この盆の期間中15日まではそれぞれ檀家さんのところに、はい、手分けをしてお経朝の8時半から、はい、こういろんな家庭を檀家さんのところに行ってお家のところでお経をあげて。わかりました。じゃあ、またありがとうございます。はい、はい、助かりました。ですんで今ちゃんとした責任を持って答えられる人がいないもんです、けどちょっとご意見聞けてよかったです。はい、ありがとうございます。はい。なんかお祭りみたいにあるんですか？何か。これ終わったやつですね、最近そこで。わかりました。岸母神でやってましたね。はい。夏市の昨日で終わったんで。わかりました。全部今撤収して。その住職さんはここに住んでるもんなんですか？こうやって家と一体。そうですね、家と一体で。そういうのが多いんですね。そうですね。なんかキリストとかイスラムだと別、やっぱそこに住むっていう感覚はないので。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。どう？面白いでしょう。面白いんだよこれ。本当にすごいよ。だからここがさっきの岸母神を持ってるらしいですね。たまたま本当近くもないんだよ。500メートルぐらい離れてるけど。いや面白いでしょ。これがもうね、まだ今詳しい質問できないけど、すればするほど本当面白くて、彼らの考え方、文化を理解するっていう意味で、日本を理解したいならこういうのを理解するといいです。やっぱりそこの宗教を理解するっていうのはすごい重要で、そうするとその国の考え方、何を重要視してるか、そこの文化がすごい分かりますね。思考回路も分かるし、これを皆さんに教えたい。分かんないでしょうけど、私はこんな風に生きてきましたね。まだでかい、こんな感じ。お花があってドラゴンがいますね。ドラゴンで、これ水で
基本的にはこう手洗ったりするんですよ。ウドゥみたいな感じですね。やっぱここに住んでんでしょ、ほら。だから日本だと土地持ってんだよね。あとこうお墓も一緒にいかがですか。一応見るか。まあこんな感じ。なんかね、深い話今日でする人誰もいなかったけど、ちょっとでも雰囲気を皆さんに見せれてよかったと思います。こんな感じ。まあこの動画の反応を見てもう少し深くインタビューしていくか、まあするでしょうね。けどね、この YouTube チャンネル自体がやはり日本とイスラムの架け橋になるっていうところなんで、この視聴者の皆さんはぜひこの彼らの発言、この雰囲気、そういうところを理解していってほしいですね。ですから YouTube のコメントでよく聞かれるんですよ。何か私たちにも手伝えることありますかって。まずは日本を理解してください。でないと一方的にその視聴者のあなたたちの国の文化をここに持ってきたとしても誰も受け付けてくれないから、やっぱ嫌になっちゃいますよね、急に来られても。だからまず彼らを理解することが彼らにメッセージを届ける一番の方法だと思ってますし、やっぱ私たちが彼らのことを、日本人のことを知らないならメッセージは届かないでしょう。それがビジネスという方法でもいいし、こう文化を理解するっていうことでもいいし、なんか徐々にお互いの理解を深めていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。今何時間か経ってまた来てみました。どうなんですかね、うまくこうインタビューできればいいですけど、こんな感じで皆さん願い事を書いてますね。わあ、でかいな。それではね、夕方になったんでまた来てみました。インタビューできるかな、ちょっと聞いてみます。すいません、はい、なんかここの私ちょっと海外に住んでることが長くて、宗教はイスラム教なんですけど、外国人向けにこう動画とか撮ってて、でここ外国人とかでやっぱ人気で、ちょっともう朝来たんですか？ちょっと朝来て夕方いらっしゃるってことだったんでまた来たんですけど、ちょっと話を聞けるといいかなと思いまして、YouTube とかで載っけようかなと思ってまして。申請が必要なんですよ、経済で申請しますか？で今日すぐ出ないんですよ。それでも近くですね、一応。じゃあ申請出してもらって。はい、わかりました。なんか申請するみたいですね。はい、これは申請。わかりました。ありがとうございます。こちら注意事項なんで、ここに法名字とお寺があって、そこはここの気持ちの管理してるんですよ。はい。そっちにここのファックス番号と書いてありますから。はい。あとファックスなければ、ここメールないんですけど、法名字の方に電話してもらって申請書をメールで受け取ってもらえれば。はい、またよろしくお願いします。はい。ちょっとね、結構簡単に考えてたんですけど、撮影とかの場合はこういう申請書を書くみたいです。ちょっと大変だな。やってみましょうか。他のとこに聞いてみてもいいけど。ということでまた次回聞いてみましょう。アッサラムアライカム、安尾です。今日はね、月宮神社っていうところに行ってみたいと思います。私も初めて行くんですけど、でそこで日本人に聞きたかったこと、その道のプロフェッショナルの人に話を聞いてみようかなって思います。結構ね、一般の日本人の人には質問しづらかったりしたので、こういうとこだったら答えてくれるでしょう。で昨日もね、他のところちょっとアプローチしたんですけどダメだっていうことで、ちょっとインタビューとかね厳しいんで、手続きとかがあって、そうか、そんな感じになってるんだっていう、勉強になりましたけど、インタビューできなかったんで、今日はここでぜひ
質問してみたいというふうに思ってます。私もね初めてなんでどんな人が出てくるかとかどんな場所か全く分かんないですけど、少しでも、日本人の考え方とか勉強になればいいなっていうふうに思ってます。じゃあ着きました。すごいね。これは何だろう。そうまあ雰囲気すごいですよね。質問できる人いるのかな。これおみくじ、これいるのかな人。ちょっと聞いてみます。すいません、この神社についてちょっと質問とかがしたくて、外国人の人がもう少しこの日本の文化とかこういう宗教的なところを少し理解したいっていうインタビュー、質問があったので質問をしてるんですけども、本当にもう数分でもいいのでお時間いただければ。誰が許可するんですか？宮司です。うちの宮司、一番上の宮司が、はい、こういった動画の判断っていうのを宮司がするので、私たちではその宮司さんとお話ししたいんですけど。今宮司外に出てるので、じゃあ本人だったら OK するかもしれないですか？ただちょっと難しいですね。どうしても私たちが映ったりとか、その動画っていうのにちょっとなかなか許可がちょっと下りづらくて、今まで一応何の理由なんですか？そういうのは他の、その SNS のこういろいろどうしてもこう上げる方が多いので、はい、こう例えばご自身の Facebook だとかそういったものに限定するのであればまだ大丈夫かなっていう判断もするんですけれど、今いろんな SNS ありますから、ちょっとそこで動画ってなると一回その動画の内容を見てからこれならいいですよっていうところまでが流れなので、時間もかかってしまってちょっと単純ではいかないんですよ。わかりました。じゃあ結局、情報は外には伝えられないっていうことですね。そういうわけではないんですが、質問をされたらその都度説明はさせていただきますが、ちょっとそこをこう動画としてっていうふうに切り取られちゃうと、今までちょっとそういったことで流してないものですから、質問してみて、そこでここはじゃあ質問しながらここはじゃあカットでっていうふうに、ちょっと今質問数分でもできないですか？5分。誰か今この場でお一人で、私一人で。動画はなしで。動画ありで。動画ありってなっちゃうと先ほどのお話と同じになってしまうので、今その質問に答える、私が判断するものではないので、あくまでここで働いてる職員って立場なだけなので。職員じゃなくてその偉い方は今いらっしゃらない。今夏の祭り前ですから、宮司もいろんなところに出払ってるんですよ。もちろんこういったお話であれば逐一そういったこういうお話があったよということで対応させてはいただきます。けど分かりました。けど、基本的には結構消極的なんですか？あんまりこう候補にはあまり力は入れてないです。入れたくないですね。入れてはいないで、今まで入れてない。日本人だけでこうやっていきたいとか、外国人の人とかも別に来なくていい。そういうわけではないですけれど、あまり広報には力を入れてないのは確かです。質問にはもちろん答えます。どういった、こういったことでって、本来であればそういった話って必ずお願い書きをいただかないと、事前にこの日でこの質問をしたいんですがっていうお願い書きをいただかないと、私たちもその時間に、時間を避けるかどうかもわからないですし。わかりました。そういう感じなんですね。はい、わかりました。ありがとうございます。2つの理由があってなかなか厳しいですね。一つはまず動画に上げてはいけない。あとここの偉い人が今いないっていうところがポイントになるんですけど、どうしていこうかね。すごいクローズドな感じするよね、この雰囲気からしても。もっとさ、一人一人が自信持ってさ、自分がこう信仰してるならそれを
なんか少し喋ってくれてもいいし、そういうルールにすればいいのに、なるべくなんか組織化されてて、その発言できる人しかここを説明しちゃいけない、そういうのは感じますよね。あんまりこういうの言っちゃいけないけど、本当に皆さんにはどんな状況になってるか伝えたいんですけど、なかなか難しいんだな。はい、っていう感じでちょっとつまんない動画になりましたけど、ありがとうございます。わあ、これすごいね。なんだこれ。だからこういうところに、日本人の考えだと神が宿るっていうふうに、神が宿るか、木ですね。木。いやー、なんか悔しいな。自分自身はもう十何年も前こんな感じでいろんな人に質問して、もう全て質問して、でいろんな学びがあったんですけど、それを共有したいなっていうふうに思ったけど、なんかやっぱ難しいんだな。アッサラムアライコン。今日はね、前回ダメだった神社のところに来ました。今日お祭りやってるみたいなんで、ぜひみんなにシェアしていきたいというふうに思ってます。けど日本人は祈りのためとか礼拝のためではなくて、お祭り感覚で楽しみに来ることが多いです。これやりたい。こことさ、先がさ、コーラのところに向けて気が抜けて。いいね。好きなもの一つ。あー惜しい。でもコーラゲットできる。はい。あ、危ない。ついてるパンダ。いやいや、チョコバナナついてる。見たいよね。隣の方のやつ美味しそう。どれ？じゃこれリンゴ飴的な。いらっしゃい。ラムネください。生ではい。駅の方に迎えに行く。一回またもう。10分ぐらいからさばいてるからね。ちょっと待って。いいです。あんちゃんのめっちゃ綺麗。いらっしゃいませ。でも焼きそばがいい。物的なもん似合ってる。いや違う。甘いの好き。甘いの好きじゃない。はい、次の方どうぞ。はい。しっかりされていて。いい感じにする？じゃあください。これ。ありがとうございます。エナちゃんは？あ、エナこれ。あ、ください。お願いします。全部使い切らなくてもいいんだよ。本当だ。
ケバブだね。だから前のビデオで伝えた通り、この特に文化としてみんな過ごしてるんで、特に皆さんね、日本人が海外に行った時に自分たちの信仰を守るとか、そういうことはまずないですね。強い思いがあってここにいるわけではない。結構一個文化として慣れ親しんで習慣として来ている。だからお祭りフェスティバルみたいな感じですね。けど人が集まる場所としてこういうエリアをうまく活用してみんなこう集まる、そういう文化ありますね。あと昔の学校の時の友達はまたこういうところで出会ったり、あと小学校の仲間が生徒同士でこうやって集まったりっていう、そんなイメージですよね。自分も小さい時からよくこういうお祭り来てましたけど、友達と会うためですね、大体目的は完全に。でこれは今神社でやってますけど、そのエリアによっては公園でやったりもしてるんで、公園でやってても神社でやっててもあまり私たちとしては関係なく、一つのお祭りっていう呼び方をします。これも今日やってるこのイベントも、名前はお祭りですね。夏祭り。止めてよとか言え。入れてくれたらよかった。うん。一緒ね。はい、ありがとうございます。箸持ってってね。はい、どうも。一個だけください。お好み焼き食べてね。マヨネーズは？マヨネーズもお願い。はい。ありがとうございます。これね、肉なしの日本のパンケーキです。やばい、楽しい。あとこれたこ焼き。オクトパスボール。箸何膳で？3膳。3膳。